皆さん、こんにちは。こんにちは。TLS の杉谷です。TLS クラスルームシーズン1エピソード8始めていきましょう。イエーイ。クラスメートを紹介しましょう。この皆さんです。シンです。シルビアです。チムです。日本語楽しますね。日本語楽しい。皆さんがこれから行きたいところってどんなところがありますか？私は北海道行きたいんです。北海道で何をしたいですか？有名なパフェを食べに行きたいんです。パフェ。パフェと北海道って関係ないじゃないですか。おいしい。シンさんは？私は大阪へ行きたいです。大阪。そうなんや。私は大阪行ったことがあります。そっか。USJ 行きたいです。USJ 面白いね。ケンさん？私も関西の方に行ってみたいです。みんな関西へ行きたい。ケムさんはどうして関西に行きたいんですか？今まで旅行東京しかしたことないですから、ちょっと関西に一回行ってみたいなと思います。なるほど。またじゃあ関西もいろいろ見たら面白いかもしれないですね。それでは、今日も皆さんの宿題から、見ていってみましょう。で、陳さんの宿題に出ていた部分ですね。で今日、陳さんの宿題をプリントアウトしてきたので、陳さん、ここちょっと読んでください。日本には有名な美術大学があります。例えば、多摩美術大学や武蔵野美術大学や東京芸術大学です。日本にはすごいデザイナーがいます。例えば、原賢也や佐藤菓子です。いいですね。そう、陳さんは美術大学に行きたいんだよね。よく知ってますね。今回のこの陳さんの文章、これって全然悪くないです。いい文章なんです。でも、もうちょっとここを変えた方が良くなるなっていう部分がありました。それがここですね。これですね。例えば、ここをちょっと今日は変えて、新しい表現を勉強してみましょう。ちょっと練習してみましょう。ちょっと簡単な、例を出します。この文章、ちょっと分かりやすい文章ですね。シルビアさん、ちょっと読んでくれますか？日本には美味しい料理があります。例えば、ラーメンやお好み焼きです。そうですね。で、この2つの文章を1つの文章にします。昔、連帯就職みたいな形でやりましたよね。じゃあ、このラーメンやお好み焼きっていうのは、前の文章のどれですか？美味しい料理。そうですね。美味しい料理になりますね。なので、このラーメンやお好み焼きをこの美味しい料理の前に入れてみましょう。でその時になどのを入れて、ちょっと読んでみましょう。キムさん。日本にはラーメンやお好み焼きなどの美味しい料理があります。そうですね。それでいいと思います。ではちょっと練習をしてみましょう。日本コンビニがあります。セブンイレブン、ローソン。シルビアさん。日本にはセブンイレブンやローソンなどのコンビニがあります。そうですね。いいと思います。じゃあここまで勉強して、例えばスタイルとなどのスタイル、この2つ勉強しましたね。であともう1つ、勉強してみましょう。でこのなどのチェンジのような、これでいってみましょう。でキムさん、最初の方何だったっけ？日本にはラーメンやお好み焼きなどの美味しい料理があります。いいですね。じゃあ、のようなチェンジ、陳さん、お願いします。日本にはラーメンやお好み焼きのような美味しい料理があります。そうですね。とてもいいと思います。それじゃあ、皆さんの国について、ちょっと教えてもらおうかな。じゃあまず私、日本について話します。
京都には、金閣寺や清水寺のような有名なお寺があります。関西のお寺ですね。いいですね。そうです。関西のお寺よくわかりましたね。じゃあキムさん、韓国教えてください。ソウルにはサデムンやキョンボコンのような綺麗な観光地があります。行ったことありませんね。それはどんなところですか？昔からソウルっていう街を守ってくれる存在、いいですね。じゃあ陳さん、中国教えてくれる？中国には北京ダックや餃子のような中華料理があります。食べたい。私も食べたい。お腹空いちゃうね。シルビアさん、最後イタリア教えてください。ベネチアにはサマルコ教会やため息の橋のような有名な建築があります。あれは綺麗ですよね。先生、ありますか？いりません。でもこういうふうに会話でもよく使える文型が、これですね。まとめるよ。初級では、一つの文型を教えるために何度も同じ文型が出てくるようにデザインされています。で、中級からは何度も同じ表現が出てこない方がいいというアドバイスをした方がいいかもしれませんね。まとめちゃいました。それではまたね。ではこれから皆さんが作文を書いたときにこの「例えば」っていうのが何回も出ていたらこの「などの」とか「のような」っていう表現を使ってみてください。いいですか？ OK。よし。じゃあこれで TLS クラスルーム終わりましょう。またねー。またねー。